中20。今日も可愛いですね。ありがとうございます。今日もくーちゃん可愛いですね。ありがとうございます。もう今となっては、もうめっちゃ馴染みあるペア間やと思う。違いない。はい。京都ペアですね。はい。でも私は絶対ミーヒとやるやろうなっていうのはどっかで思ってたんで。まあでも結構もうあるからさ。よくやるやん、インスタライブもそうやけど、宿舎の中とかでも、まあ絶対いるやん、その何人から集まっててもミーヒとリコいるから、なんかその気まずくはない、なんていうの、普通なんかでも当たり前やな、なんか日常にいて当たり前みたいな。確かに韓国に行っても一緒やし、日本に行っても一緒やから、部屋も一緒やし、そうだからおらん時おらんねんな、逆に。確かにそう。楽屋行った時とかでも絶対に隣か前にいんねん。絶対さ、今日も隣やねん。そう、なんかいつもそうやねん。ほんまになんか一回考えて、なんかすごい思ってって思った日があって、なんかミーヒと離れてたことないなと思ったら、なんか絶対に隣か前にいて、でそこをさ意識してさ言ってるわけでもないんやけど、なんかいんねん。で休みの日も基本ミーヒとリクみたいな。そう、休みの日絶対リクと遊んでるもんな。そうだから多分みんな思ってると思う、またはみたいな。絶対思ってるぐらい。最初は正直わからんかったけどね、だんだん最近めっちゃ似てきたなって感じ。しかも最近常に一緒にいるから余計似てきた。であと服の好みも一緒やねん。ハマるものも大体一緒になるやん。多分お互いがさ、これハマってるってなったらそれこう影響されて好きになるし間違いないみたいな思うこととか全部似てる。京都出身ってところも一緒やし、関西弁使うのも一緒やし、喜怒哀楽が全部一緒なのね。一緒一緒。ガチでやばいよな。やばい。ほんまに一緒すぎて怒る時一緒に怒ってるし、嬉しい時一緒に喜んでるし、悲しい時一緒に泣いてるし。なんかなんでミーヒ怒ってんやろみたいな時じゃなくて、多分こういうことで怒ってんやろなとか、こういうことでなんか悲しんでんやろなみたいな秒でわかるよな。結構性格似てると思う。20の中で多分一番似てると思う。それは間違いない。結構そう。練習を長時間できひん。そう。だからやりたくないとかじゃなくて、すっごい短期集中型。間違いない間違いない。だからこの時間にグワッてやるのが好きなタイプ。めっちゃわかる。そう。本当にだから他のメンバーやったらずっと長い間こう練習できるタイプの人もいるけど、うちらはすっごい短期にバッてやりたい練習のタイプ。まこちゃんとニナとかが結構なんか長期できる人な気がする。リマも。そうやな。でもリクとミーヒとあとリオとかも絶対短期、超短期集中型。そう、何がおもろいってほんまに準備するのも一番早いし、なんかエレベーター乗る時とか一番初めにいるのもミーヒ、リク、リオ、アヤカとかその辺。間違いない。マヤとか。だから基本その5人が早いな、行動。逆に違う部分やろ。それを探す方が難しいな。似てる部分を探すよりも違う部分を探す方が難しい。なんやろ。だからミーヒの方がもうちょっとポジティブやし、確かにもうちょっと何も考えないで生きてるって言ったらやばいけど、もうちょっとミーヒの方が何も考えて生きてる。いいんやね。だからなんていうの、そんなこう落ち込んだりがないから、あんまり結構一定してる。冷静やし。そう、冷静かもしれない。リクはもうちょっとこうある、まだアップダウンが激しい。それはそうかもしれない。そこでも意外とあるな。でもそれくらいや。でもそれぐらいな。お互いをペットとして飼うとなったらいいか、あんまり飼いたくないか。いやでもリクは全然いいよ。ペットってことはさ、犬みたいな存在ってことやろ。まあ。ほんまに？絶対嫌やと思うねんけど、だって超うるさいで。一生ワンワン言ってる。犬やったらうるさいかもしれない。ずっと吠えて、多分どんな人にでもさ吠えて噛むかもしれない。それはちょっと嫌かな。まあでもさ、似てるしさ。でも逆に隣でミーヒが落ち込んでる時泣いてるかもしれへん。それやったらめっちゃ可愛い。超可愛い。お前も泣いてる。喜怒哀楽一緒やからミーヒ怒ってる時隣でわー吠えてさ泣いてたら唯一の味方かもしれんから。でも普通に可愛いやろうな、多分。買ってみるのありだな。一回買ってみるのはあり。だってさ、なんかリクとミーヒの関係性的に愛嬌を振り合う仲じゃないやん。どっちかというとふざけ合ってさ、変顔ばっかしてるような相手やからさ、普通に可愛いけど。可愛いと思うし、可愛いと思うし、綺麗やなと思うことあるけど、リク見て、どうしよう、可愛い、もう無理って。
逆にはミーはだってリクの方が年上やから多分ないけど、たまになんか疲れた時に「もう疲れた」って言ってなんかこうお互いキュンってやる時はなんかうちらって可愛いなみたいな。大変で2人してさ、うーんとか言ってそう疲れすぎたらマックスになったらうなり出すところとかは可愛い。可愛いなってこのメンバーとかに対しては結構さリマとか泣いてたら超可愛いやん。わかる可愛いってなるけどここはないよな。なんか普通になんか仲良すぎて逆にないかなって感じ。ツアーの時に「Never Enough」って曲を歌ったんやけど、それを歌う時にリクを見ることすら見できひんぐらい無理やのに。ほんまにそう。リクの目見たら笑ってます。一回やってみじゃ。リク。いやじゃあ無理リクほんまに無理やねん。じゃあさ一斉のでやるのどう？一斉あり。何しよっかな。お互い向いてやんの？一斉ので。はいって感じですね。相性の良さが分かっただけやったら今の完全に。私は普通に多分喋らへんかったらほんまに超アイドルの可愛いやけどこう知れば知るほど逆になんか思ったより兄ちゃんってサバサバしてるんやみたいなあんまりこうブリブリしてないとこがリクは好き。ミーヒが来て初めニジプロの最初来てまあ可愛いしすごい子なんやろうなと思ったけどなんかちょっとどっからとっつきにくそうやったんや最初見てなくて。やけど喋ったらなんか超おもろいし気合うしでなんかいろいろちゃんと考え方も幼い割になんていうのちゃんと考え方は大人やしみたいなとこでこの子はちゃんと考えてんやなって私は思いましたよ。ありがとうございます。普通にでミーヒの歌ももちろん好きやし。照れますねそんなこと言われた。普段こんなこと言う仲じゃないからな。いつも可愛く癒されてますね。やっぱミーヒはリクの高音が好きかなって思う。ほんまに？それは嬉しいわ。嬉しい。リクは意外と物事をズバッて言えるタイプやった。普段はさ「はーって感じだけどさ話し合いとかになるやん9人で。そういう時にミーヒは言えへんの。わかるやろ？ミーヒは一人で考えてない時じゃなくて一人で「って感じなんやけどリクは意外と言えるタイプ。だからそこがわしやす。これはミーヒにも言ったけど私は20の中で一番頭いいって思ってるからそれ言ってくれるよな。頭の良さが欲しいですね。勉強の頭の良さじゃなくて例えばリクがめっちゃ苦手なのがさいろいろ書類ごとみたいなあるやん。ああいうのでなんか分からへんねんかほんまに分からへんくってこうやってどうしたらいいのみたいなこれはこうかこうでみたいなめっちゃちゃんとできんねんってでなんかいろいろ何かしら聞いても明日のスケジュール何やっけみたいなこれはこの行った後何すんやっけみたいなそれはこうでこれは撮影場所行ってこれでこうしてここでなんか服着替えてみたいなのをめっちゃちゃんと分かってんねやって。だからすげえなとか思っていつも偉いなと思って感心しながらいつもミーヒを頼りにしてるんで嬉しいですね。いや頭いいって言ってくれるのマジリクだけやからな。でも結構頭いいと思う。リクが割と20の中でムードメーカーやと思うのねミーヒは。リクのあれのところはリクがいればすごい周りまでハッピーになるところだからリクがさ疲れてちょっとテンション低い時みんなどうしたみたいななるやんリク大丈夫みたいなだからそうなる、存在っていうのがすごいなって思う。そうやなじゃあ頑張ってテンション保ちます無理にそうする必要ないけどお互いに操れるとしたら一生バラード歌っといてもらうかな。オルゴール代わり。じゃあミヒリクに一緒横で笑っといてもらうかな。めっちゃうるさいで多分。いやでも結構意外とリクの笑い声好きなんよ。だから今日もヘアショップ行くわけやんメイクしに行くわけやん。でその時にリクの笑い声が聞こえてきてもう朝やから結構眠かったわけ。でも今日もリク笑ってるなと思って今日もリク笑ってると思ってそんなこと思ってた。だからちょっとなんかリクの笑い声が聞こえると安心する。だからちょっと横でずっとお母さん的存在や。そうやな。リクには笑っといてもらうか一生喋っといてもらうか。沈黙あんま好きじゃないから。それは間違いない。そうやな。ミーヒはそんななんか超絶みたいなのはあんまないけど、緊張しひんタイプやし。でもドームの初日とかじゃない。そうやんな。それなんかみんなが
緊張して当たり前でももうなんか規模が大きいやつ、もう明らかに誰が見ても規模が大きいそういうコンサートとかではやっぱさすがに緊張してるなっていうのは見えるかな、ハグ求めてくるし、アリーナツアーの最終日、あ、初日は正直自分も緊張してたから覚えてないんやけど、最終日ずっと一緒に彩香と3人でこうリフター登るやん、その時にいつもやったらわちゃわちゃ冗談言いまくってるのがリクだけリクやばいなとか思いながら、リクって緊張してたらほんまに分かりやすいんよね。マジで分かりやすいよな、リクでも自分でも分かりやすいと思いながらいつもやってるもん、こうやってもう超分かりやすいんやろなと思いながら、そうやな、それぐらいしかあんまないかな普段。リクに関してもあんまりそんなめっちゃあるタイプではないから。リオとリワな。リワね。あの二人結構間違いない。もうお互いにありがたかった瞬間。でも結構あるけどな。ミーヒもあんねんで。普通にもこの時とかじゃなくて気があって。こんなにもなんかお互い超似てるタイプがいることがまずありがたい。確かに間違いない。自分がちょっとテンションまだ大丈夫な時ってあるやん。みんなとテンションが違う時。別にミーヒやったら多分何でも受け止めてくれるやろな精神でなんかってこう話しかけやすい。確かに。それはミーヒもそう。そうだからそういう時は横にいてくれてよかったなって思います。ミーヒもそうかな。疲れててもな、わりかし喋っときたいタイプや。そうだから自分がもう喋らへんくてガチで使えてたらもうさどんどんこうなっていくからもうそれが嫌なんよね。そういう時に喋るのがディック。でもしミヒがなんかその低くても別になんかこの子も低いんやなぐらいやけどでも一緒喋れる。なんかわかる。ミヒ今あれかってかはならへん。低いんやったら低いなりに喋らせる。もうこのトーンでな。お前なんで元気ないねんみたいな。ごめん。そうなんか言いやすいっていうのはあります。これからなんか約束なんかやりたいこととかさやろうっていうこと約束しよう。結構な言ってること多いけどな、しかも2人でよく遊ぶからこそやりたいこと多いけど、でも最近言ってたのは何やっけ、箱根温泉やっけ。箱根ななんか一回東京の方で遊んでた時にめっちゃなんかいいところ行ってんな。なんか雰囲気がすごい落ち着いててちょっと昔味のある感じの日本の街みたいな。しかもその日に2人でサウナに行ったから余計温泉に入りたくて、旅行気分やったから行きたいな。で2人で超調べたのにな、その日だけ間違いない。その日だけそれ以降もう何も調べへんけど計画性がないからそうやねんな。ほんまにないよな。ほんまにないから結構リクもミーヒもやばい。なんならその日に行こううわーみたいなタイプやから、前日まで映画行こうって約束してたのに、その日になったらもう2人とも全然行く気ないから行かへんかったっていうのが結構1回じゃない、結構何回もある。だからそこはちょっと難点やけど温泉行きましょう。はい。まあね、温泉行くことも決まったということですけれども、この機会を機になんていうのいろいろお互い本音で話せてよかったかなって思いますね。まあでも正直いつも喋る感じとは変わらへんけど、だけどなんか知らんかったこととかもあったんで、ちょっと照れましたけど、照れや。まあでも楽しかったわ。愛嬌が一番おもろかった。間違いない。よかったと思います。ほんなら私は次の子がいるんで。わかりました。お帰りください。追い出すけ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。ありがとうございました。また後で。はい、バイバイ。バイバイ。